じゃん、これはハッセルブラッドの最新作 X2D2 です。待望だった第3弦のズームレンズ XCD35mm100mm のレンズも登場となりました。1億画素の中盤ミディアムフォーマットセンサーを搭載し、新機能として AFC による連続オートフォーカスをサポートし、5軸10段のボディ内手ブレ補正はとんでもなく強力です。新しく追加された背面のジョイスティックは高速なフォーカスポイントの移動やメニュー選択の際にとても便利です。しかし動画撮影機能は一切なく、カラープロファイルも一切搭載していません。最も驚くべきポイントは価格です。 X2D2 は約115万円、XCD35mm の第3弦ズームレンズは約71万円となります。組み合わせると200万円弱のカメラとレンズですが、少し理解しがたいですよね。しかし僕はハッセルブラッドの素晴らしさを 907XCFV100C のレビュー動画で散々お伝えしてきました。その後にたくさんの購入報告をいただいたのがとても印象深く記憶に残っています。だから今回も忖度なしにしっかりと皆さんにお伝えしなければなりません。最新モデルをレビューするにはより詳しく多くの環境下でテスト撮影を行い、深くを知り体験していく必要があります。今回も最新モデルのレビュー依頼という光栄な機会をいただくことができたので、僕たちは日本国内だけでなくヨーロッパへ飛び、スペインやポルトガルでたくさん撮影をしてきました。このカメラで知った全てのことを皆さんにお届けしたいと思います。ヨーロッパでは建築物や食文化、街並みまで個性豊かにあふれる雰囲気があります。この洗練されたカメラの造形美は北欧スウェーデン初のカメラブランドハッセルブラッドならではの気品を漂わせています。前作である X2D から約 45g 程度軽量化されたこのボディには、前面のロゴが黒く刻まれる形となり、マット塗装の墨色のような色に近い新たな外観デザインとなりました。外観だけでなく開封時の新しい限定アニメーションは、まるでこれからの撮影体験を歓迎するかのような特別感に浸ることができます。スキンテクスチャも変更となり、滑りにくいこのグリップ部分は非常に高品質で、前面だけでなく大きな背面グリップの存在が他のカメラにはない魅力になります。一番大きく変わった操作性はジョイスティックの搭載です。ボディ前面に5方向の操作を可能にするジョイスティックとフォーカスのメニューボタンが追加されることで、フォーカスポイントを柔軟に変更していくことができます。ただし斜め方向の8方向の操作には対応しなかったのは少し残念なところです。モニターの解像度は約236万ドットと前作と同じではあるものの、全く問題がない超高画質なディスプレイ仕様になっています。ハッセルブラッドのモニターはね、本当に綺麗なんですよ。さらに 3.6 インチと少し大きいこのモニターは下方向のフリップに加えて上方向にもフリップすることが可能となり、ファインダーに干渉することもなくなり、ピーク輝度も1400ニットと開静時にも視認性が良く、操作性がとても向上しています。本体の背面ダイヤルと前面ダイヤルはそれぞれ押し込むことが可能で、カスタム機能は割り当てながら操作をしていくことができます。同じくハッセルブラッドの別モデル 907XCFV100C にはない X2D2 の魅力としてはファインダーです。約576万ドットの高解像ファインダーはとにかく高画質であり、しかもファインダー倍率が驚異の 1.0 倍なんですよ。これは 65mm の中盤レンズを使用した際に X2D2-100C の EVF が最大 1.0 倍の倍率に対応するということになります。多くのカメラが 0.7 倍や 0.8 倍、大きくても 0.9 倍とある中、この 1.0 倍というサイズは肉眼で見ている大きさとほぼ同等のサイズとなるんです。この大きなファインダーの中に別格の臨場感があり、見える世界そのままをファインダー越しに見えることができる、解像度だけでは得られない特別な世界が広がっています。ただ非常に没入感のあるファインダーではあるんですが、 EVF に映る映像には少しパープルフリンジのような滲みがあります。 X2D もそうなのかはわからないんですが、僕が見た限りこのカメラでは見受けられるんですよね。とはいえ実際の撮影データには映らないし、撮影していてもそこまで気になる部分ではないかなと感じています。ボディ左側の接続端子は非常にシンプルな設計で、急速充電に対応しデータ転送も可能な USB-C ポート、リモート制御を可能にするマイク入力、CF エクスプレス Type-B のカードスロットを採用しています。
X2D2 や 907X は1枚のロー写真で約 200MB にもなるため大容量のストレージが必要となります。今回の X2D2 にも内蔵の 1TB の SSD が搭載されており、約4700枚程度のロー写真を記録することができ、記録メディアを忘れた際にも安心して撮影をすることができます。さらにこの内蔵 SSD の書き込み速度は最大 2370MB/s、 読み込み速度は最大 2850MB/s にもなるため、カメラ上でのストレージ選択も快適にすることができます。これがね、本当に最高なんですよね。日本メーカーもぜひ取り入れてほしいポイントです。このように劇的なデザイン変更はないとはいえ、撮影時の操作性は十分に使いやすい印象です。しかしカメラというのは操作性に関わるハード面と画質に関わるソフト面の両方を評価する必要がありますよね。ここからは肝心なスペックや性能についても確認していきましょう。細かな性能の前に、まずは X2D2 や 907X に搭載されているミディアムフォーマットというセンサーの構造について理解してみましょう。スマートフォンのセンサーサイズがこのサイズとした場合、一般的な 35mm フルサイズセンサーの大きさが 36mm×24mm の3対2に対して、ハッセルブラッドは約 44mm×33mm、4対3の約 1.7 倍の中盤サイズのセンサーとなります。面積比が約 1.7 倍なので、フルサイズセンサーよりも 70% 程度の光をより多く取り込むことができます。中盤デジタルとも呼ぶこのカメラに内蔵された CMOS センサーは、実現可能な最高レベルの画質、解像度およびディティールを備えた写真を提供します。ただし、フィルム時代のハッセルブラッド 500cm のような 60mm×60mm の1対1のサイズと比較をすると、 44mm×33mm の4対3の中盤デジタルセンサーというのは比べてみると比較的小さいということもここでは理解をしておきましょう。レンズの見方はフルサイズの 35mm 換算が必要で、クロップファクターは約 0.78 倍です。新登場となる 35mm、100mm のレンズであれば、実際には 28mm から 76mm 相当の画角となります。そして同じ F 値だとしてもボケ感が異なります。ハッセルブラッドでの F2.8 はフルサイズでの F2.2 相当となるので、ポートレート撮影などでは空気感のある滑らかなボケが得やすくなったりします。そして X2D2 も同じ1億画素を搭載していることで、一般的な2400万画素のカメラと比べて拡大時のトリミング体制が確実に有利になってきます。拡大が可能なだけでなく、様々なアスペクト比に変更することができるのも魅力で、 SNS コンテンツに合わせた16対9や9対16、3対2や1対1はもちろん、ハッセルブラッド X パンというフィルムカメラでできたような 35mm フィルムを2コマ分使うことで、65対24のパノラマ写真を現代でも再現することができます。そして今回の X2D2 で最も進化したと言えるのは AF です。位相差とコントラスト F に加えて、ライダー技術を用いたレンズコードフォーカスにより、走行中の車両や自転車、人物、動物などの移動する被写体を安定して捉えることができるようになりました。位相差焦点ポイントが425点にまで向上し、全面小窓からのライダー技術による感知で AFC コンティニュアス AF の撮影が可能となりました。明らかに認識精度と速度が向上しており、動きの速い被写体でもしっかりと撮影することができます。ただ、この AFC に対応するレンズは少し限られ、以下の通りとなります。そして電子シャッターの際には使用することができません。AF 性能は確かに向上はしていますが、正直なところ動物などの不規則な動きをする被写体の認識というのはまだまだ完璧ではないかなと感じています。また連写速度としては最大で秒間3個までとなり、被写体検出のモードもオートにすることはできません。一方で手ブレ補正性能も向上し、5軸10段の進化した補正力は本当に強力で、あらゆるシーンを手持ち撮影でこなすことができました。これは前作の X2D が5軸7段だったため、約3段分の効果向上という風になります。この段数というのはシャッター速度に大きく影響します。本来250分の1秒で撮影をする場合、0段であればそのまま250分の1秒ですが、1段補正で半分の125分の1秒まで下げることができ、3段補正では30分の1秒、7段補正では2分の1秒、10段補正であればなんと約4秒まで速度を落とすことができます。とはいえこれはあくまで理論値であり、全メーカーが CIPA 準拠で公開しているわけではないため、あくまで目安として参考にする必要があります。しかしあらゆるカメラを使用している僕の経験談から話すと、 X2D2 の手ブレ補正はかなり優秀で、落ち着いた撮影スタイルでも問題なく撮影することができます。スローシャッターを使用した表現は特別で、低照度での撮影も楽しむことができました。
この X2D2 が映し出す写真は本当に素晴らしいですよね。今見ていただいているこの動画の写真表示はシャッターパックというダヴィンチリゾルブのプラグインを使用しています。これは写真の EXIF データを自動解析することができて、一瞬で自動的にこのようなデザインを表示することができます。17種類のプリセットデザインを含み、10種類の高品質なトランジションエフェクトも入手可能で、ビジュアルパークというオンラインショップからすでにダウンロードすることができます。ぜひ使ってくれると嬉しいです。日本だけでなくアメリカ在住の方でも英語版の購入ができるようになっています。ハッセルブラッドのカメラはカラープロファイルを一切搭載していません。この時代にそんなカメラは他にはありませんよね。ハッセルブラッドのカラー思想として HNCS ハッセルブラッドナチュラルカラーソリューションというのがあります。これはハッセルブラッドによって独自開発されたカラーマネジメントシステムであり、撮影から編集に至るまで現実に忠実かつ正確な色を再現します。ハッセルブラッドが目指すのは再現であり美化ではありません。ハッセルブラッドのカメラを使用していて、僕が最も感動するのは1億画素という解像度ではなくて、その写真が写し出す正確な色味、記憶に残るその場の情景、他のどのカメラよりも正確に測定するホワイトバランスです。様々な照明が交差するとき、ホワイトバランスの設定が難しいとき、そんな時に任せたいのがハッセルブラッドのオートホワイトバランスだと僕は感じています。まさに目で知覚するそのままの色合いを再現することを目的とし、それらを実現していくことができます。ではその仕組みは一体どのようなものなのか。カメラが美しい色表現を実現するには大きく2つの大事な要素が挙げられます。色深度とダイナミックレンジです。X2D2 はなんと16ビットの色深度と 15.3 ストップのダイナミックレンジというカメラ業界でも最高品質の情報を取得が可能です。一般的にこの色深度というのは指数関数的に増加するため、14ビットは2の14乗であり、16ビットは2の16乗という違いになります。 JPEG データが8ビットなので2の8乗で256回調の RGB それぞれのデータを持っており、1677万色が表現できます。一方で12ビットのローは約686億色を記録可能ですが、16ビットでは約281兆色にもなります。つまり16ビットというのは12ビットの4096倍の色情報を持っているんです。そして今回の X2D2 はダイナミックレンジがさらに向上して 15.3 ストップまで到達しました。このはるかに広範囲なダイナミックレンジがシャドウ部分の階調の記録を細部まで残し続けて、明暗差の激しい環境下でも正確に撮影をし、編集で復元していくことができるのです。とはいえ実際に他のカメラと比べて色味が本当に違うのか、ここは正直皆さんも気になる部分ですよね。各カメラのスタンダードカラーで取り比べてみました。こう見ると確かに各カメラによって色や思想、映り方に違いを感じてきます。僕個人の偏った見解は避けたいところではありますが、確かにハッセルブラッドの色表現は広範囲で、専用ソフトフォーカスで現像することで16ビットのその恩恵を感じることができるはずです。しかしこの色の違いを明確に説明できるかというと、僕は少し自信はありません。この部分に違いやその性質を感じ取れる人はその時点でプロなんだと思います。ただこの1億画素とこの色情報を持つ莫大な写真データというのは保存方法にも大きく関わってきます。L 版サイズをはるかに超えるような A4 サイズなどの写真印刷にも問題なく解像度を残したプリントが可能で、髪の毛のディティールや美しい景観、青々とした山の木々など一本一本を鮮明に写して残すことができるんです。これぞまさに HNCS、 現実で見た景色や情景をそのままアナログで保存していくことができます。その他にも中盤カメラとして初の HDR 撮影を実現しました。 15.3 ストップと向上したハイダイナミックレンジの写真を記録が可能で、それらはカメラ内で HDR 皮膚またはウルトラ HDR-JPEG として処理されます。1400ニットのモニターでプレビューが可能なのはもちろん、フォーカスモバイルのアプリとも接続し、それらを編集保存アップロードしていくようなことも可能です。まさに撮影体験のフルコースですよね。こんな贅沢は他にはありません。ハッセルブラッドは画質に全振りをしているようなメーカーではなく、撮影体験も非常によく考えられたカメラのうちの一つです。例えば X2D のストラップ部分の構造はよく考えられていて、ワンタッチでオリジナルストラップを着脱できるような仕組みです。他のアクセサリーを一切必要とせずにスムーズな運用ができる点は非常に気に入っています。ただし何度か着脱を行うことで金具に傷がつくのが少し気にはなりますが、別売りのバンドラストラップとの相性は本当にかっこよくて気分が上がります。充電中はフルカラーのトップモニターに残量が表示されるような仕組みで、電源ボタンの1回押しでスリープモードにして使えるのも便利です。さらに電源を切っ
った状態でもスマホから電源を起動させ、モバイルのフォーカスアプリと接続することができるようになりました。これにより撮影の移動中にカメラバッグにあるような状態でもスマホ一つで接続ができるので、その場で編集をしてみたり写真を共有したり、とても便利に操作ができます。さらにハッセルブラッドの XCD レンズはレンズシャッターを採用しているため、ストロボ撮影時にどのシャッター速度でもストロボと同調することができます。これは素早く動く被写体をフラッシュを使って撮影するときや、日中シンクロなどの撮影、屋外などの強い照明環境や明るい絞り値で撮影するポートレート撮影時にも非常に便利な構造になっています。僕のようなクリップオンストロボしか使えないような初心者でも日中シンクロ撮影や開放での人物撮影を楽しむことができました。 X2D2 もニコンのストロボと互換性があるとのことで、僕が使用したのは SB500 というストロボです。ただこのストロボは本体側でマニュアルの設定ができず TTL のオートモードのみとなってしまったため、光量が強すぎたり失敗も多く目立ってしまいました。なので SB500 よりも SB5000 やプロフォトの A1 などのストロボを使用するのがおすすめです。一方、少し気になった操作感としては、低照度での撮影時に AF の半押しで画面が少し明るくなってしまうというところです。もちろん実際の撮影データには影響がありませんが、撮影していてややストレスを感じる場面がありました。そして1億画素を活用したテレコン機能はありません。画角を変化させるためのクロップ機能はあるのですが、クロップなしでフル画角で撮影した場合、1枚のデータが約 200MB にもなりますよね。これは5枚で約 1GB の大容量になってしまうため、50MP などの解像度を少し減らすようなテレコン撮影にも対応してほしいなと思います。それでは最後はこの新しい XCD35-100mm の E レンズについて紹介をして終わりましょう。メイドインジャパンと刻まれたこのレンズは、広角側の開放で F2.8、望遠側でも F4 を維持し、フルサイズ換算で約 2876mm のレンズとなります。同じ E シリーズである XCD2035mm のレンズとの組み合わせで、換算約 16mm から 76mm の範囲をカバーできるようになりました。このレンズはズームを戻す際に F 値が自動的に開放側へ変動することができるような仕組みになっており、この使用感は本当に気に入ってます。めちゃくちゃ使いやすいです。さらに 2035mm のE レンズにはなかったコントロールリングも搭載しており、自分の好きな機能を素早く使用することができるようカスタムすることができます。シャッタースピードは最大4000分の1秒、レンズ群は13群16枚、レンズフードは花形タイプで、フィルター径が 86mm なのは少し工夫が必要かもしれません。ズーム時に鏡頭が約 4cm 程度伸びる仕様となっており、正直なところ見た目はかなりの大きさではあります。 X2D のボディでなければバランスは悪く感じてしまうのではないかなと感じています。価格は約71万円とかなり高価ではありますが、 900g を切った重量でこのスペックというのは非常に完成度の高いことがわかるはずです。今回の写真作例の多くがこのレンズで撮影した写真になります。広角側から望遠までより広範囲での撮影を可能にしながら、どの焦点距離においてもまるで単焦点レベルの画質を実現します。キレッキレで品のあるボケ感とレンズ本体の高級感、使うと間違いなく感動ができる、そんな一本だと思います。このレンズに関してはさらに詳しく伝えるために別でレビュー動画の制作を行いました。そちらもぜひご覧いただければと思います。合わせて 2035mm の E レンズの方もレビューを追って公開する予定です。ぜひ両方ともチェックしてみてください。いかがでしたか？ハッセルブラッドを一言で表すならエレガント。まさに全てが上品で洗練された優雅な体験。動画撮影はできません。でも技術的には可能でしょう。素晴らしい光学性能と描写力を持つ XCD レンズとの組み合わせで、もはや肉眼よりも綺麗で印象的な写真の撮影体験を得ることができます。しかし 907X 同様、誰もがこんなにも高級なカメラを簡単に購入できるわけではありませんよね。今回 X2D2 で撮影したデータを無料でダウンロードできるように準備をしました。僕が撮影したロー写真のデータを無償で提供できればと思います。購入検討の方やハッセルブラッドの色再現を確認してみたいような方は、ぜひご自身でもこの画質に触れてみてください。このサンプルデータはすでに僕たちが運営しているオンラインショップビジュアルパークからダウンロードすることが可能です。ぜひこちらもチェックしてみてください。僕はハッセルブラッドのカメラを使っていると、いやーすげえわと、そんな風に噛み締めるような撮影体験ができています。でも一方で何か素晴らしい作品を残さなければいけないのではないか、そんなプレッシャーを感じてしまうようなカメラでもあるんです。1841年にビクター・ハッセルブラッドが会社を設立したところから今日に至るまで、その過程を僕は今もなお学び続けています。多大なリスペクトもあるし、だからこそ海外にまで行ってこのカメラについてしっかりと理解していきたいんです。でもいくらこの動画が PR だからといって皆さんにさあ買いましょうみたいな、
そんなことは言えません。だから皆さんも新製品だからと焦らずに検討していただければなと思います。もし時間があれば前回の 907X のレビュー動画やこの後に出る 38-100mm の動画と 20-35mm の詳細レビュー、さらにはレンズに焦点を当てたハッセルブラッドのレンズ解説を今日から毎晩連続で投稿していくので、一緒に見てもらえるとすごく嬉しいです。より詳しくハッセルブラッドについて理解ができるかもしれません。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。 X2D2 の無料のサンプルデータぜひ手に取ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。